Please log in. Administrator. Initializing. OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画では、サイドストーリー、銀進コ列車と同時に実装されるオペレーター。仕事のコツをお教えしましょう。事務作業に煩雑さを覚えたのなら、有能な副官を育て上げればよいのですよ。さすれば。ああ、お待ちください、ドクター。今のは、この私を副官にという意味ではありませんぞ。医療オペレーター、ハロルドの紹介及び概説を行っていきます。ついに僻地へ追いやられる日が来たのかと思えば、ここは祖国の手厚い処遇に謝意を述べておくべきだろうか。ああ、これは失敬。貴殿が今後私の上官となる方ですかな。しがない軍医ですが、微力を尽くさせていただきましょう。コードネームハロルド、本名ハロルド・クレイガボーは、ビクトリア大公爵の一人。カスター公爵の冒険にあたる子爵で、ビクトリアにおいては、ビクトリア北西部を自身の領地とし、長年の間、徴兵軍を用いてガリアの残党と戦闘を行ってきたことから、極めて豊富な戦争経験と、その過程で習得した臨床医師経験を有し、カスター公爵からの呼びかけには多くの場面で応じていたことから、カスター家においては実績と信頼の両方を伴った人物。今回のサイドストーリーでは、カランド貿易との関係を長い間保ってきたカスターの外交官として、イエラガンド像の除幕式の参加及び、イエラガンド像に使用されているとされる希少金属の調査を兼ねて訪れました。ハロルド本人からすれば、旅の休暇も兼ねていたようですが、ロドスには開示できうる限りの情報を開示した上で、個人でロドスに応募。現在は本人の希望から医療オペレーターとして様々な任務で活動を行っています。ロドスへの参加は今回の出来事に対する一種の処分ではありますが、左遷という形ではなく、あくまでもハロルドの希望を叶えるための移動という形です。ロドスに訪れた当初の彼の印象は、身なりの整ったビクトリア貴族ということ、標準的なビクトリア語を話すということから、言うなれば少し関わりづらい人という印象でしたが、一連の自己紹介を終えた後、幼い打柱を引っ張り出してきた後の態度は一変。彼の情熱的な紹介には強烈なギャップを感じ、その様子は誰もが忘れられなかったとのこと。その後、ハロルドは中型の飼育室を申請、打獣の飼育に使用し、頻繁に出入りしている様子が確認されています。当初、彼が自身が獣医だと自称した時は多くの人が困惑しました。しかし、彼の打獣に対しての献身っぷりや、動物医療や生態の論文を発表している様子を見て、周囲の人たちは、ハロルドは本当にここで獣医業を発展させたいのだと確信。この出来事から現在ではペットを飼っているオペレーターたちの間では彼は有名人となり、彼の知識を通じて、オペレーターたちの動物に対する知識も向上しました。ある日、ハロルドは打獣の乳を絞る体験がしたいオペレーターはいないかと尋ねたところ、たまたまロトスに戻ったばかりのシージが体験に立候補。当然、ビクトリア貴族のハロルドがシージを知らないわけがないので、ハロルドは少しの間固まってしまいました。その後、我に帰った彼は、シージに乳搾りの方法を教えていたのですが、その時のハロルドの様子はいつもの余裕を持った姿はなく、少しぎこちのない指導だったようです。本人はたとえシージがどこに現れようが関係がないと気丈に振る舞ってはいますが、内心は気が気でないのは言うまでもないでしょう。また、彼は子供の相手もかなり得意なようで、天人家や天人家が連れてきたウォーシミュレーション付きの子供たちに混ざってゲームをしていた様子も確認されています。その時の会話はまるで、天人家が将軍、ハロルドが参謀役として、将軍の顔を立てながら自分の考えを喋る参謀役というようなもので、周りから見れば、なぜあそこまでうまく子供たちの輪に溶け込めるのかわからないというほどだったとか。身長差から見ても60センチメートル近くあるので、ある意味で面白い光景だったかもしれません。総じてハロルドは、お堅いとっつきづらい貴族という人物ではなく、戦場を経験したからこそ戦争を嫌い、人と獣を分け隔てなく命を最も尊重し、地位を用いて相手を威圧することはせず、敬意を持って接し、ウィットに富んだ会話も難なくこなせる、上に立つ者としての理想的な人物と言えるでしょう。まさに、教養が高いというのはこういう人のことを指すという典型的な例です。ハロルドのモチーフとなっている生物は、長身2のイラストなどから、メインクーンでしょう。メインクーンはニューイングランド地方メイン州が原産とされている家猫の一種であり、
家猫の中では最も大きな体格を持つにもかかわらず、穏やかで気品のある性格であることから、ジェントルジャイアント、穏やかな巨人という愛称を持ちます。この点は、社交的で穏やかな性格と 190cm という大柄な体格であるハロルドと合致していると言えるでしょう。メインクーンは先ほども紹介した通り、メイン州が原産で生まれた時から長毛種だったとされているのですが、具体的な誕生時期は分かっていないので、都市伝説の中にはメインクーンのふさふさの尻尾から、メインクーンは猫とアライグマを交配して生まれたという話もあるとか。なお、メインクーンのクーンはアライグマであるラクーンを表すので、名前の由来としては全く無関係というわけではありません。また、猫としては珍しく、水遊びが好きというのもアライグマを想起させるのでしょう。穏やかで社交的、人懐っこく、寂しがり屋で、水遊びが好きなメインクーンは、猫の中では、ある意味で規格外な猫種なのかもしれません。これほど良い評価がいただけるのなら、郷里に戻って診療所を開業したとて、誰も文句はつけまい。善は急げと言いますし、早速、明日立つことにいたしましょう。冗談ですよ。私にとって、ここ以上の隠居地はありませんからね。ハロルドはハニーベリーに続く3人目の星5放浪位オペレーターで、攻撃範囲内にいる味方が受ける元素ダメージの量を低下させる素質と、元素回復性能に特化したスキル2を操るオペレーターとなっています。ハロルドの素質は、攻撃範囲内にいる味方が受けている元素損傷の数値が、最大ゲージの半分以上なのであれば、そのオペレーターが受ける元素損傷が最大 18% 低下するというもの。素質の効果自体は純人エイヤフィアトラの素質2を元素損傷に対して特化したものになっているといえ、純人エイヤフィアトラは受ける元素損傷を 12% 低下となっているので、こちらの方がカット率は高め。ただし、純人エイヤフィアトラは常時発動なのに対して、ハロルドはゲージが半分以下になってからなので、一気に1000以上の元素損傷を受けるような場面だと、ハロルドの素質は発動しないといった場面が発生します。また、結果的に必要となる元素回復量の総量はハロルドの方が高め。このあたりは良くも悪くも、星5相当な性能になっていると言えるでしょう。スキル1はスキル発動中、ハロルドの攻撃力が上昇する汎用スキル。こちらのスキルに関しては特筆すべき点はなし、数値以上の効果は存在しません。口述するスキル2が単発回復量の上昇ではなく、攻撃速度上昇による回復の強化ということや、単純に HP 回復に関する強化は一切ないので、HP 回復も両立したいのであればこちらを選ぶことにはなりますが、不得手な HP 回復をハロルドに任せるくらいであれば、他の医療オペレーターを編成した方が安定はするでしょう。スキル2はスキル発動中、攻撃速度が大幅に上昇。元素損傷の蓄積値が最も多い味方を優先して治療するようになり、一度に回復する元素損傷の回復量が大幅に上昇するという効果。回復間隔は通常の 2.9 秒から 1.46 秒まで短縮されることになり、実質的な回復量は2倍に。ただし、元素損傷の回復量に関しては、特性による攻撃力の 50% を適用してから 250% まで増加させるという効果なので、元素回復量の数値は攻撃力の 1.25 倍、1回の回復量は最大で525となります。とはいえ、元素ゲージの最大値は1000、2回の回復でゲージ最大まで回復できると考えれば十分でしょう。また、他の放浪位の持続スキルと比べると、必要な SP が低く設定されているのもポイント。全体的に比較的気軽に発動させることができるスキルと言えます。その分、スキル自体は性能もコンパクトなものとなっており、HP 回復力に関しては元素回復ほどの上昇はなし、一度に回復できる対象の数も1体となっているので、決戦スキルというよりかは常用するタイプのスキルと言えるでしょう。ハロルドの基地スキルは、応接室に関するものが2つ。1つ目は応接室に配置時、手がかり捜索速度をプラス 10% するというビビたるもの。そして2つ目は、同じく応接室に配置時、一緒に配置しているオペレーターの手がかり捜索の傾向を強めるという効果。つまり、例えばアンジェリーナと一緒に応接室に配置をすれば、アンジェリーナのロドス製薬の手がかりを入手しやすい効果がより強くなるというスキルです。なので、特定の手がかりが特に欲しいといった場面で活用でき、手がかりがあと1種類で交流会を開けるといった場面で、特定の手がかりの入手確率を上昇させるオペレーターと組み合わせてやれば良いでしょう。諸君、楽しいことでも考えましょう。例えば、任務後に何をいただこうかな、とか。全員の行動力を奪う。それでいいだろう。やはりこうなりましたか。
作戦の内容を繰り返した方がいいか。命令無駄だ。戦術は策定したるもの。戦場に出る以上はひるむな。ここ精烈、我が命に従え。何か痛みを覚える前に。ここに兵士たる者、戦場に出る以上はひるむな。任務完了。正確かつ効率のいい指揮だったな、ドクター。そこまでだ、ドクター。私がビクトリアの軍人であることをお忘れなきよう。親しみを持って接したり、信頼を寄せるまでは構いませんが、私の前で無防備に語ることはお勧めできません。もしものことがあっては、こうしたたわいない談笑もできなくなってしまいますからね。それほどの悲しみがあろうものなら、この老体、持ちこたえられませんよ。